ウォッチーズ&ワンダースにグランドセイコーの新作が来たー。室井さん、この興奮封鎖できません。ということで、2024年ウォッチーズ&ワンダース新作動画の第1弾です。完全に予想ですけど、世間はロレックスの新作で湧いていると思うんですが、このチャンネルの一発目はグランドセイコーで行かせていただきます。というのも、今年の新作がなかなか良さげ。むしろまずグランドセイコーに触れずにどの時計に行くんだっていう感じがしたので、早速紹介したいんですが、グランドセイコーの新作いくつかありましたけど、注目はこれですよ。 SLGW003。 どこが注目かというのを端的に言いますと、白樺の手巻きドレスバージョンってことなんですよね。なんですけど、その一言で片付けられないほどの魅力をこの時計は放っております。それで私が思う魅力っていうのを5個紹介したいんですが、まず魅力その1、ダイヤルがいい。ダイヤルは引き続き白樺をモチーフにしたデザインなんですが、今回は模様が水平に入っていて、写真で見る限り自動巻きのモデルよりもギラギラしていないように見えますね。キラキラ感がちょうどいいところに落ち着いているようなので、これは良かったと思います。はい。では魅力その2、サイズ感がいい。この時計サイズがですね 38.6mm、 自動巻きの白樺が 40mm なので小さくなっているんですね。さらに手巻きなので当然薄くなっておりまして、この辺りはドレスウォッチらしいサイズにしてきていますね。はい。次に魅力その3、ブリリアントハードチタンがいい。これまでの白樺ってよく重いって言われていましたけど、今回はですねケースの素材にチタンを使っているので軽くなっているんですね。しかもただのチタンではなくてブリリアントハードチタンなんですよね。これ普通のステンレススチールよりも約2倍硬くて傷がつきにくいらしい上に、色味も白っぽくて、いわゆるチタンの色ではなくて綺麗なんですね。素材にブリリアントハードチタン使ってきたのはかなりいいと思いましたね。はい。では魅力その4、ムーブメントがいい。最初に言いましたが、今回の白樺は手巻きムーブメントになっていまして、キャリバー QSA5 をベースに作られています。なのでおなじみのデュアルインパルス脱進機とかツインバレルとかグランドセイコーフリースプラングとか巻き上げひげなどが使われていて、ハイビートかつ80時間のロングパワーリザーブはそのままなんですね。しかしですね、ただ自動巻き用のパーツを取り外しただけのムーブメントではなくて 40% 近くが再設計されたんですとオディンキーに書いてありましただからグランドセイコーのガチ手巻きムーブメントと言えるものになっていますね。しかも見た目もとても綺麗で、曲線が使われている受けとかストライプ模様とか審美性にも配慮されたいいムーブメントだと思います。はい。そして最後、魅力その5、巻き心地がいい。ロック福田先生と広田先生と飛田先生との対談動画で、今年の注目ポイントとして巻き心地について言及されていましたけれど、マジできたんすよね。グランドセイコーが巻き心地にこだわっちゃったら、それはもう心地いいものができていると思います。で、これが小ハゼと板バネという部分の構造を再設計して、巻き上げの時の感触と音を心地いいものにしたそうですね。特に注目なのが小ハゼで、グランドセイコーの雫石のスタジオでも見られる石霊をモチーフにしたもので、リューズを巻き上げた時の動きが石霊がついばんでいるように見えるようですね。いやー、こういう細かいところに可愛い要素ぶっ込んでくるって好きですね。はい。ということで SLGW003 の紹介でございました。この他にもグランドセイコーの新作はいろいろ出ておりますが、今年の目玉は間違いなくこれだと思いますね。他の新作は割愛この時計かなりいいなと思ったので、今後押していくかもしれませんね。では次の動画でお会いしましょう。まだまだ新作紹介やっていきますので、よろしくお願いします。それではあったかくして寝ろよ。新作期間中はおまけはお休みします。